足は外側をうまく使うことで脱力してスムーズに歩くことができるようになります。皆さんが現在習得中のゆるかかと歩きは2つのパートからなっています。1つ目がファーストステップ、2つ目がセカンドステップ。ファーストステップは後ろ重心のことです。そしてこれから皆さんが習っていくセカンドステップが外重心のことになるのですが、この2つが融合して初めてゆるかかと歩きとなります。それではまず今回はその外重心セカンドステップの基礎となる立ち方のところから始めていきます。はい、それではまずはゆるかかと歩きセカンドステップの概要からお伝えしていきたいと思います。今までの後ろ重心はある程度身についているという前提で進めますので、それはご了承ください。もしも皆さんはこのような状態、どちらかの足が一歩前へ出ていて次の足を出さなくてはいけない状態の時に、この出す足と逆の軸足ですね、立ち足は内側を踏んでいる、内側に体重を乗せて次の足を出しているか、真ん中から外に体重を乗せて足を出しているか、どちらでしょうか。やってみていただくと分かるのですが、足に問題を抱えている方の多くはこの足を内に体重を乗せて親指側を踏んで次の足を前に運ぶように動かしているはずです。しかしよく考えていただきたいのですが、単純な話、この足をもし内側を踏んでしまうと、この足は果たして出しやすいのでしょうか。言い換えれば、この足を内に持っていくことによって次出ていく足の蓋をしている状態、当然出にくいはずです。ですからこの状態で無理やり押して通るので、この足に負担が大きいということになります。本来であればこの足を出したいわけですから、内に踏んでいるよりも真ん中より外を踏むとスムーズに出るというのは半ば当たり前の話。理屈で考えても次の足が出る時には入れ替わる形になるので、外を踏んでいる方が動きやすいのは本来当然です。たださまざまな原因、間違った情報やスポーツの影響などで走るような動きで歩いてしまっている方は、この内側を踏んで次の足を出すというのは、これは走る動きなんですね。この動きで歩いてしまっている。そうすると出していく足の親指もしくは前足部に負担がすごく大きいということです。それで足を痛めてしまっています。ですからこれから学ぶセカンドステップというのは、この足、今まで内側を踏みしめていた足を真ん中から外目を踏んで次の足を出す、これに慣れていくというのがセカンドステップになります。しかし本来はファーストステップの後ろ重心というのを学んだ時点で、実はこの動きは勝手にできているはずのものなのです。股関節はその形状上、可動範囲が前から横までなので、後ろに体重を乗せると外に開いて、前に体重をかけると内に寄ってくるようになっています。ですから後ろ重心にして歩き始めた方は、何か足を開いてしまうような感じがする方は多いのではないでしょうか。そしてそれは実のところ間違いなく正解なのです。ですから後ろ重心ファーストステップをやった時点で外重心は身についている方が多いのですが、ただ今まで内を踏みしめてと歩いていた方は、後ろ重心にもなっているにもかかわらず内を踏みしめてしまっている方が多いので、それを意図的に修正をしましょうというのがセカンドステップです。それでは具体的にやっていきましょう。まず今皆さんがどこを踏んでいるかのチェックから始めます。立ち方は基本は拳1個開けます。拳1個開いた状態で今皆さんこうやって立ってみていただいて、
足の裏の内半分を踏みしめているか外半分を踏みしめているかを確認してみてください。浮かす必要はありませんが、内側をぐっと踏みしめてしまっている場合、それを外して力を抜いていかなければいけません。それに対して今外側を踏んでいると思っていらっしゃる方は、土踏まずが浮いてきているはずです。日本は母子球進行といって親指の付け根に体重を乗せるのが素晴らしいことだと教えている方が多いので、この状態ですでに内側土踏まずを潰して親指を踏みしめてしまっている方がおられます。それに気づいたらまずそこをやめていかなくてはいけません。では実際にセカンドステップの基礎である立ち方、今までの立ち方、教えられた横の立ち方をした上で、次は外を踏みます。具体的にやると、足を4等分で考えていただくと、今までは前か後ろかの後ろに乗りましょうというのを教えてきました。次はその外ということは後ろの外にならなくてはいけません。ということはやり方はどうするかというと、一番簡単なやり方はお尻の間に割れ目のところに紙を挟むように締めてみてください。そうすると私の膝に注目いただきたいのですが、お尻を締めると膝が外に回るはずです。そして今この状態になるとかかとの外側に体重が乗っているはずです。今まで内を踏みしめてきた方にとってはこれはガニ股に感じるかもしれませんが、実際のところは足のまっすぐというのはこういう形です。ですから私が今膝を曲げるとまっすぐ出ているのがわかると思います。まっすぐの見方はこのもものラインですね。ズボンの折り目のつくラインがどう出ているかです。そしていつも内を踏みしめてしまっている方はこのような形。特徴はこの辺りの筋肉が発達しすぎてしまうので、そこがボコッと出ている方などはもうまさしくその通りです。ダメなのがこっち、正しいのがこっちで、このお尻を締めて立てばある程度そうなるのですが、その際の注意点を4つほど挙げておきます。まず1つ目、お尻を締めるときにこのように反った状態で締めてしまう方が結構おられます。これは反っているだけで締まってはいません。立ち方はまっすぐのままお尻は締めないといけないですから、お腹を突き出して締めた気になってしまうのは気をつけましょう。次に今の話と近い話ですが、膝を回すときにピッと突っ張ってしまう方がおられます。特にこんな感じで一般的な気をつけの格好なんかをすると、膝をピッと伸ばした状態でお尻を締めてしまいます。ただ膝は突っ張った時点でロックがかかってしまい外に回ることはありません。ですからまず先に膝を緩めた状態で、そのまま緩めた状態のままお尻だけ締めていきます。ちなみに私たちはお尻のことをお尻という風な感覚で捉えず、足の一番上の部分と思っています。ですから足の一番上の部分が寄ると足全体が外に回るという感覚ですね。2つ目は今言ったように膝を突っ張らず緩めたまま締めます。最初慣れないうちは同時に動いてしまいますが、突っ張らず締めることはできますので、そこは練習です。曲げた状態で締める練習をするとやりやすいかもしれません。そして3つ目は注意点は、お尻を締めるなのにこのようにして外に乗ってしまう方がおられます。こうではないですね。こうです。だから外というよりかは後ろの外、足が回転して後ろの外に乗っていく感じというのを覚えなくてはいけません。最後に、せっかく今までの動きは合っているのに親指を踏みしめたままそれをしても足はついて回っていってくれません。ですから回した時に親指を踏みしめていないかどうか、そこに力を入れていないかどうかは確認する必要があります。そうするとこの状態では土踏まずが開いた、土踏まずが上がった状態でお尻が締まった状態、そして肩も同時に開くのを感じるのではないでしょうか。
いかがでしょうか。このような形でまず立ち方をしっかりとすることがセカンドステップ習得の鍵になります。まずは今までの立ち方にプラスしてこの立ち方から頑張っていきましょう。頑張ってください。